元祖発射ベルチャンネル。このチャンネルでは医療と研究所所長私井出弘明が元祖発射ベルを開発したスタッフを代表して当時のこと秘蔵のお話、まだ表に出ていないお話の数々を、10回ぐらい続けてお話ししてみたいと思います。まず第1回目はですね、今日は鉄道記念日ということと、それからこの発射ベルはですね、もう35年も前のことになります。で、その後いっぱい世界も含めていろんな取材があって、そのおかげでいろんな記憶がまだ残っているので、忘れないうちに皆さんにお伝えしようと思っています。で、このお話はですね、本当にまだ表に出ていない制作秘話みたいなこととか、どういう流れでやったのかとか、そういうことを中心にですね、音を聞きながら行ってみたいと思います。で、第1回目はですね、どのような経緯でこれをやることになったかということをお話しします。オリエンっていうんですけども、 JR からですね、こういう音響系の各社に放送設備を変えたいということで説明があったんですね。それでコンペっていうことになってみんなが、企画書を出してくるんですけども、私はその当時はヤマハにいました。それで、そのコンペに参加したわけです。それで最初はですね、放送設備というハードの方の色が強いコンペだったんですけども、私たちはその発射ベルも含めていろんなソフト系も含めて提案しました。で、その時はちょっと面白いタイトルで新宿ルネッサンスなんていうタイトルで出してみたりしました。それで一方ですね、 JR さんの方にも今までの発射ベルっていうのプルルってやつがですね、やかましいという苦情が結構殺到していて、それはそういうお客様相談室みたいなところがあって、そこに集中してたんですけども、その前のジリリリってやつは、あれはミュージシャンはその下に行っちゃいけないと言われているぐらいけたたましいものだったんですね。で、そういう流れがあってそこを何とかしたいと。それとあとは駆け込み乗車がですね、新宿駅ぐらいになってくるとかなり多くなっていて、非常に危険なのでこれを何とかしたいということがですね、JR の方にもありました。それでそんなことがあって、まずはその放送設備の方を、特にスピーカーなんですけどもね、ホームを4分割多分したと思うんですけど、いろんなメーカーで、それでどれがいいかみたいなやつを実際JR の方々がアンケート調査をホームでして、それで結局ですね、私たちのチームに決まったということなんですね。で、その中で私はですね、一番のポイントはアナウンスだというふうに思っていて、この声がどういうふうにきれいにはっきり聞こえるかということを非常に重視していました。その次はですね、発射ベルで、これが焦ってしまう、それから書き込んでしまうということを起こしていて、じゃあここをちょっと変えてみようと、いうことになったわけですね。で、その2本立てでやったんですけども、あと出てきますけども、ハードの方も路線のゾーンっていいますかね、ホームを2つに分けて右左に違う音が出るわけですけども、そういうふうになるようにスピーカーの角度とか指向性を調整してやったり、それからスピーカーとスピーカーの間にいても同じ音量が聞けるように、そういうことを計算してやったり、特別なスピーカーを作った、座布団とか言われてたんですけども、そんなようなものを作りました。それでその発射ベルをですね、どんなものを作ったかということの探訪になるんですけども、
最初は非常に簡単になんかこうシンセかなんかで作ってやればできるかなとか今あるものをもっとソフトにすればいいのかなという形でやり始めたんですけども、もうやってみたらこれが沼にはまったっていうまさにその通りで、これを1年でかけて300種類以上のやつを作ったわけですね。で何が一番大変だったかっていうと、じゃあ例えば海外ではどんな感じでやってるかというのを調べてもないっていうことがほとんどだったりとか、あとはこういうふうに発射を知らせるっていうことはどういうことなのかというような、どういう音がそれなのかというですね、そういうことがまだ世の中に理論として確立してなかったんですね。でこれはえらいことになったって、やればやるほど簡単なようなものなんですけども、もうたかが10秒とか20秒とかそのぐらいの音なんですけどもね、入ってみるとこれがえらい深いもので、それからはまずこの発射ベルっていうのはどういうものかというような概念を作る、理論を作るというところから始まりました。これが大工心の始まりで、やらせていただくことは嬉しかったんですけども、その反面えらいとこハマったなというような感じがして、次回からはその模様を一個一個音も交えながらどうやって作っていったのかみたいなことをですね説明したいと思います。それで、この発射ベルっていうのは調和するように実はできてるんですね。でその模様は iTunes なんかにも出してるんですけども、それを立体化しようということでやってみたらですね、なんかすごい切ない、その当時青春の思い出がある人にとってはですね、ちょっと泣いちゃうんじゃないかみたいな、そういうちょっと面白いものができました。空間で新宿駅のその当時を体験するみたいなね、そういうものができました。でそれも、今日の鉄道の日14日に合わせて出せるといいなというふうに思っています。それではまた来週。